あなたが通っているその病院、本当に信頼できる病院ですか？ 2006 年6月、奈良県のとある病院で前代未聞の事件が起こりました。被害者は50代の男性、肝臓がんだと診断され、病院側は直ちに腫瘍の摘出手術を開始。しかしここで事件が発生します。なんと執刀医のミスにより大量出血が発生。ただ幸いなことにこの手術には病院の院長が立ち会っていました。一旦応急処置を行った院長、そのまま執刀を続けるかと思いきや、手術中に途中退出します。残された執刀医と看護師で懸命に処置を行ったものの、結局男性はその出血が致命傷となり帰らぬ人になったんです。男性の手術中、看護師が院長を呼び戻そうと必死で電話をかけたんですが、院長は電話に一切出ません。この緊急事態に白衣を脱ぎ捨てた院長はなんと酒を飲みに出かけていたんです。手術中の患者の処置を行わず飲酒に出かけた院長。医療従事者の風上にも置けない人物が運営する病院の実態とは。そこには命を金としか見ていない悪徳医療ビジネスがあったんです。おそうっす、俺の壁紙ミッドナイトムーン、ケンちゃんです。ヤミコです。本日ご紹介するのは15年前に奈良県の病院で起きたとある事件のことについて。僕はね、もうこの事件をね、知った時に、お金のためにね、人間ってこんなことまでできるんだと思いましたよね。本当に。なんなら僕らもね、気をつけないといけないですよね。では早速ね、一体どんな事件だったのか見ていきたいと思います。モルモット。遡ること15年ほど前の2006年、奈良県にかつて存在していた病院が今回の舞台。この病院の病床数は80床規模。心臓血管外科や循環器科、脳神経外科、内科などの診療科がありました。院長を務めていたのは川崎隆という人物。この川崎院長が掲げていた病院の理念はこのようなものでした。経験豊富な医師、優秀なスタッフの配置と先進の高度医療機器の導入を図り、高度で良質な医療の提供を目指す。初期救急からより高次の救急にも応じられるよう、近隣の病院及び診療所との連携を密にして総合的な医療を実現させる。近隣の住人からしてみれば非常に誠実で、患者一人一人に対し真面目で真摯に対応してくれそうな病院に見えるのではないでしょうか。しかしこの素晴らしい理念を掲げながらも、川崎院長の病院には信じられない裏の顔があったんです。その裏の顔とは、病院の入院患者の6割が生活保護受給者であったということ。さらにその生活保護受給者の入院患者のうち8割以上が大阪など奈良県外から来ていたんです。これだけ聞くと、ひょっとしたら治療費の払えない病院を積極的に入院させている情に熱い病院とも取れるかもしれません。しかし現実はその真逆。なぜなら入院していたほとんどの患者らは健康体だったんです。なんと川崎院長は健康な生活保護受給者を入院させ、強制的に不必要な手術や投薬治療を行い続けていたんです。健康な人を無理やり治療するとこないのにさ、人体実験ってことこれ？いや違うんですよ。川崎院長ね、この不審な行動にはね、理由があるんですよ、もちろん。ここからは川崎院長の経歴も紹介しつつ、彼のね、真の目的とは一体何なのかを見ていきたいと思います。金のために動く男。県外から生活保護受給者ばかりが入院し、不要な手術や治療を受けさせていた川崎院長。彼はどのような人物なのか。川崎隆は大学卒業後、心臓外科医を専門とする医師になりました。しかし彼は最初から心臓外科の専門医をやっていたわけではないんです。実は今回の舞台である奈良県の病院を開業する前、大阪府内で眼科クリニックを経営していました。心臓外科医なのに、眼科やってんの？いや、そうなんですよ。実はね、日本ではね、医師はね、麻酔科以外は自由に診療できるんです。つまり心臓外科医がね、眼科クリニックを開いたとしても、それは違法行為には当たらないんですよ。驚きですよね。この眼科クリニックが行っていたのは、レーザーでの近視矯正治療。公的医療保険が適用外で、かつ当時としては最新の技術だったため、治療費は高額。川崎院長は心臓外科が専門にもかかわらず眼科を経営し、高額な治療費がかかるレーザー治療をやっていたんです。そのため周囲の医療スタッフは、川崎院長は利益重視で病院を経営しているのではないかと疑いの目を向けていました。しかしそんなスタッフのことなどお構いなし。川崎院長は順調に病院の利益を上げていきます。そしてこの眼科クリニックで稼いだ資金を使い、今度は奈良県で新たに総合病院の経営に動き出すんです。もちろんここでも川崎院長は利益重視の考え方を貫きます。今度はどうやって効率よく金を儲けようかと考えを巡らせた川崎院長が目をつけたのが、先ほどご紹介した生活保護受給者でした。なんでお金儲けようと思って生活保護受給者が出てくるの？なんかさ、医療ドラマみたいにお
お金持ち専用の病院とかなんか絶対儲かんじゃない？まあまあ、普通はね、皆さんそう考えると思うんですけれど、実はですね、今回のね、川崎院長の狙いとしては、生活保護法のね、裏を取るような医療行為だったんですよね。じゃあなんだその生活保護法はということでね、本日のメトラキーワード。生活保護法とは、生活困窮者に対し最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助けることを目的とする社会保障法の一つなんです。生活、教育、住宅、医療、介護、出産、制御、総裁の8つの扶助が支給されます。今回のポイントとなるのは医療扶助です。生活保護受給者は国民健康保険制度や後期高齢者医療制度が適用除外です。その代わり医療扶助として原則医療費が全て支給されるんです。つまり病院で治療を受けてもその診察代は自治体が負担してくれるんです。これは生活保護受給者がお金がないから病院には行けないという事態を防ぐための重要なシステムなんですが、川崎院長はこの仕組みに目をつけ医療詐欺を行っていたんです。このね、社会的弱者をね、利用してね、医療費を自治体からね、もう騙し取るみたいなね、こういうのね、前ありましたよね。西成マザー・テレサ事件なんですよね。アルゴメトリで前にもやったんですけど、西成マザー・テレサ事件以外にもさ、京都のね、親子のやつがさ、本当はね、受け取れるべき人が受け取れないっていうのはね、本当におかしいんで、ここで気になるのはね、川崎院長は一体どんな手口で不正受給を行っていたのか見ていきたいと思います。生活保護法の仕組みに目をつけた川崎院長は、これを利用しない手はないと考え、病院のスタッフを連れ、ある場所へと向かいます。そこは大阪市西成区にある生活保護受給者向けのマンション。なんと彼らは生活保護受給者の元に直接出向き、そこで入院の勧誘をしていたんです。川崎院長は心臓外科の専門知識を惜しみなくこの勧誘に使います。生活保護受給者たちに対し、言葉巧みに心臓に問題があると指摘。こうしてうまいこと彼らを入院させることに成功すると、心臓カテーテル検査や手術を行ったように装うんです。そしてそれらの診療報酬を自治体に請求し、医療費を不正受給したんです。そして凄まじい件数の医療費を不正受給していたんです。許せないわ、本当に。当時の記録によると、実施した心臓カテーテルの検査の件数は2005年からの2年間でなんと471件。生活保護受給者を利用し、悪質な手口で不正受給を繰り返していた川崎院長。あえて県外の生活保護受給者とその自治体にターゲットを絞っていたのも、奈良県内の自治体からの疑いの目を背けるためだったと言われているんです。しかし当然、奈良から知らない医者が自宅にやってきて勝手に診察した挙句、心臓に問題があると言われても信じない生活保護受給者もたくさんいたんです。そんな彼らに川崎院長はこう怒鳴ったと言います。手術やらんと死ぬで。心臓外科医でしかも権威のある病院の院長でしょ。その人が心臓悪いなんて言われたらビビるわよ、誰でも。まあまあね、医者の言うこと信じちゃうんですね。それでもさ、院長の周りにいる病院のスタッフは何も思わなかったのって疑問なんだけどさ。まあもちろんね、院長に反対の人もめちゃくちゃいたんですよ。声を上げたりしたんですけど、結局ね、何人かね、辞職したりとか、もう院長から離れてっちゃったんですよね。もみ消されたりしちゃったのかもしれないよね。でもね、やっぱりね、医療関係者の人々ってね、こんなね、川崎院長みたいな人だけじゃないし、もうなんならね、人命をね、救いたいっていう純粋な思いでね、そういう職業についてる方もいるんで、やっぱりね、最後にね、手を挙げるんです。机上の空論。治療費の不正受給を繰り返していたこの病院、当然勤務する看護師や医師からは疑問の声が多く上がっており、何度も奈良県に向けて内部告発が起こるんです。そして奈良県が出したのはこのような結論でした。書類上には問題がない。なんと患者からの評判は悪くない上に治療費のトラブルなどもなく、はっきりした証拠もないことから、この告発は放置されてしまうことになったんです。もしかすると川崎院長はうまく証拠を隠滅して、内部告発が起きても自分が捕まらないように準備していたのかもしれません。こうしてまんまと自治体を欺いた川崎院長の悪質行為はどんどんエスカレート。なんと手術や治療を行いたいがために無理やり生活保護受給者に体調が悪くなる薬を飲ませるほどだったんです。さらにこの病院の魔の手は患者だけにはとどまりません。川崎院長は軽い狭心症の症状が見られる女性に強制的に心臓カテーテルを受けさせました。その女性とはなんと病院の看護師。川崎院長のがめつさはスタッフにも向けられていたんです。怖すぎるだろもう。自分の病院で働いてる人にまで手出してんの。もうね、川崎院長にしたらね、もう関係ないんでしょうね。仲間とかそういう概念がないんでしょうね。さらに極めつけは生活保護受給者だった50代男性の患者。彼は肝臓に良性腫瘍が見つかっていました。一般的に良性腫瘍は緊急を要するものではありません。にもかかわらず川崎院長はこの患者に肝臓がんができていると嘘の診断を下し、腫瘍の摘出手術を行ったんです。そして思わぬ事態が起こります。なんと手術中のミスで男性の体から大量出血が発生。川崎院長はそ
その場で止血処置を施して対応するんですが、ほどなくして手術室の外に出て行き、音信不通になってしまいます。騒然とする手術室のスタッフは対応に追われるんです。一体川崎院長はこの緊急事態にどこに行ってしまったのか。手術室を後にした川崎院長はなんと酒を飲みに行ってしまったんです。そして夕方、何事もなかったかのように病院に顔を出した川崎院長はスタッフから報告を聞きます。あの患者は死亡しました。しかしこの報告を受けた川崎院長は一切動じません。なんとこの男性の死因を急性心筋梗塞として警察に報告。いとも簡単にこの医療事故をもみ消したんです。手術放置してお酒飲みに行くってもう意味わかんないしさ、患者が死んだら捏造までするって、もうありえないですよね。プロ意識ゼロっすよね。で今回ね、もうね死亡事故まで起きてるんで、さすがにスタッフの皆さんもね、放っておくわけがなかったんです。しかしこの死亡事故はスタッフたちを奮い立たせました。このまま院長を野放しにしておくわけにはいかないと改めて内部告発を決意したんです。この告発の中で手術の助手を務めた医師は川崎院長にこう言われていたと証言しています。肝臓がんということにして手術をしようや儲かるでと。彼らの涙ながらの訴えに加え、実際の死亡事故が発生したことで奈良県は書類上は問題ないだけでは済ませられないと判断。調査が再始動することになったんです。不正の告発を受けた警察も捜査に乗り出し、ついに川崎院長は逮捕されたんです。彼の逮捕のきっかけになったのは肝臓がんに仕立て上げられた50代男性の体から摘出していた腫瘍でした。起点を利かせた看護師がこの腫瘍を別の病院で再検査に出し、腫瘍が良性であったことを突き止めるんです。これが決め手となり、不要な手術を行ったことが明るみになったんです。さらに後の調査で驚くべきことが判明します。先にお伝えした軽度の狭心症にもかかわらず強制的に心臓カテーテルを受けさせられた女性看護師。彼女はなんとこの時手術中の医療事故で命を落としていたんです。この事実は彼女が手術を受けた2004年から5年間隠蔽されていました。いや、あの男性患者だけじゃなくてさ、女性看護師まで5年間も隠し通せてたって、めちゃくちゃ恐ろしいじゃないの。もうね、どんな心境で仕事してたんですかね、この人って。ほんとせめてね、事件が明るみになってね、院長が逮捕されてよかったんですけど、これだけでは終わらないんです。なんとね、これを機にね、芋づる式にどんどん問題が発覚していくんです。さらなる闇。こうして治療費欲しさに死亡事故まで起こした病院は当然閉院に追い込まれることになりました。病院が生活保護受給者に不要な手術を行うことで自治体から不正受給していた金額はなんと総額3億円。しかしスタッフの人件費などでこの3億円は消化されてしまいます。そのため自治体にはほとんど返還されず、私たち日本国民が支払った多額の税金が無駄になったんです。事件が残した課題はそれだけではありません。実はこの病院が入っていた建物は以前は別の病院だったんですが、その病院の医療費の不正報酬問題で廃院になっていたんです。その空き物件に今回の病院が開設されました。つまり看護師や奈良県医師会から多数の告発があったにもかかわらず、奈良県は同じ建物で同じような不正受給問題を見逃していたんです。問題があったのは病院や奈良県だけではありません。50代男性の死亡事故に関わった医師は取り調べ中、警察から暴行を受けて死亡してしまうんです。どういうこと？もうこの事件により病院の闇だけではなく行政や警察の闇までも暴かれる結果になったんです。社会的弱者を救う目的の制度を逆手に取り、巨額の医療詐欺を働いていたこの病院、命を救う医療従事者の皆さんは社会になくてはならない存在です。そういった方々を裏切るような人間が今後現れないことを願うばかりです。このような不正や詐欺が行われないための体制、そして監査機関が必要なのではないでしょうか。メトラーの皆さんはどう思いますか？